ほやっほ、イヤホン買ってるかい？ふぐみかんのイヤホンレビューの時間だよ。今回紹介するのは、本日発売になった、ハーモニックダインアセナ。現在、米アマゾンでの販売価格は、約179ドル、200ドル未満のヘッドホンだ。ヘッドホン的には、中堅的なお値段だな。ドライバーは 50mm、セラミックと金属の複合振動板を採用していて、ドライバー背面に大きくベントを取った、セミクローズドを名乗ってる。実際手に取ったからこそ感じる良さも含めて、しっかりとお伝えできれば嬉しいな。詳しく見ていこう。まずは、最初に感じることになる、外装の仕上げ、重厚、武骨すぎない。毎日使うのにちょうどいい塩梅のデザインだ。ウェブ上のサンプル写真を見ると、ちょっとシンプルすぎないと思うかもしれないんだけど、アセナを実際に手に取ると、重厚な質感が印象的だ。特に、イヤーパッドの内径外径が大きめで、耳に一切被らないのは装着感ですごく良い印象を与えられるな。ヘッドバンド部分はすごく肉厚なエンジニアリングプラスチック。さらに、分厚くて妙に低反発だったりしない、頭全体をアーチ状に覆うクッションのおかげで、若干重めの本体を安定して装着することができる。アセナで感じるホールド感の代替は、このアーチ状の部分から来ていて、クッション材の偏りや薄さから、頭頂部だけに負担がかかるわけじゃないので、がっちりとして若干重量感のある本体を、長時間違和感なく支えることができるぞ。プラスチックと金属の分厚い、アーム、アーチ部分と対照的に、平面部分にはガラスプレートが採用されてて、普通のプラスチックなどと異なり、一切歪まずに自分の顔が反射するくらいに磨かれている。このガラスプレートのために、商品サンプル画像よりも、室内に置いた時の方が印象が良いな。それから、すべてのクッションが、合成革ではなく、スエード調の素材で覆われているのも良い。合成革より蒸れにくく、また劣化も、一気に進まないので、ここら辺もデイリーユース向けの商品だと思うな。表面は硬く絞った布とかでしっかり拭いてメンテナンスしよう。他の部分のお手入れも、凹凸が最低限になっているので、何かと表面の清掃がしやすかったりするところも、毎日使える地に足のついた商品、って印象を増大させるぞ。ケーブルは単結晶銅で、濃い茶色のもので、落ち着きつつも、アセナを黒一色のヘッドホンにしない配色が採用されてる。過去のヘッドホンに合わせた配色のケーブルかもしれないけど、ここのミスマッチがちょうどいい塩梅に、アセナ全体を真っ黒にしないので、個人的にはちょうどいい取り合わせだったな。ちなみに、ヘッドホン側との接続は、3.5mm ステレオミニジャック、左右分岐だ。アセナは、同クラスのヘッドホンより、明らかにでかいボックスに入って送られてくるので、最初、ケースが入ってるのかと思ったんだけど、パッケージにポーチは含まれない。パッケージ内容は、巾着袋、付属ケーブル、本体、マニュアル、あと謎のコイン。実はコインにはシリアルナンバーが刻まれていて、アセナ本体にも、ヘッドバンド部分にシリアルナンバーが刻まれているぞ。こういうところでいいもの使ってる感を演出してくるな。というわけで、外装関係についてまとめると、十分な品質のケーブル、肉厚で安心感のあるバンド部分、でかくて耳に干渉しないカップ部分、そして、頭頂部、イヤーカップ部分ともにスエード調で装着感が良く、セミクローズド構造と合わせて蒸れが少ない、って感じだな。まとめると、若干重量感はあるけど、それ以外はとても装着感が良く、日常向けに落ち着きつつ長く使えるヘッドホン、という仕上がりだ。音質に関わる部分に触れていこうか。アセナの重要な音に関するポイントは、ドライバと通気。すなわち、金属とセラミックを組み合わせた、アセナから採用されるドライバー。そして、その大型ドライバーをうまく活かす、開放度の高い外装だ。大きなハウジングの背面は、ガラスプレートで覆われているので、実際にドライバーの音を逃しているのは、側面からのベントになる。この部分のおかげで、アセナは装着していても蒸れが起こりにくく、また、外音はかなり直接入りやすい。ヘッドホンの構造が密閉されていると、周囲の音をある程度防いでくれるんだけど、アセナの場合、遮音性と音漏れに関しては、半開放型として扱うのが良いと思うな。つまり、結構普通に外の音が聞こえる。とはいえ、若干くぐもって聞こえるので、完全な開放型、というわけでもない、といったバランスだ。この開放度の高さは、実際に鳴らすと、このヘッドホンの自然さ、こってりしすぎない音色につながる。実際に聞いた感想に入っていこうか。最初に音楽を聴いた時の感想は、かなりスッキリした音を出すヘッドホン、という印象だった。ドライバーの後ろ側の開放度が高く、低音を結構逃がす仕様になっていて、このバランスだと、ちょっと淡白すぎないかな
と思いながら曲を聴いてると、おっと、結構低音域もしっかり出る。このヘッドホン、ただたださっぱり音を聞かせるだけじゃなく、ちゃんと日常で使って満足度の高い仕上がりにしてるな。密閉型のイヤホンを普段使ってる人は、結構印象に残ると思うんだけど、密閉度の高いヘッドホンは、超低音域が減衰しないので、小さくても臨場感のある音を出すものが多い。ヘッドホンでも同じことが言えて、サブベースの量感に関しては、密閉型の方が優れてる場合が多いんだ。アセナは半開放にしたから、そこら辺のことは諦めてる。というわけじゃなくて、きっちり、減衰する分、0200Hz のサブベースブーストがかかってる。これは公式にも明言されてることで、ある程度の音量を確保してやると、この帯域もしっかり出せてることを確認できるぞ。この価格帯で開放度が高いものというと、ゼンハイザーの HD598SE と、シブガのフォーニックスを持っているんだけど、耳につけてて開放感が高い順に、598SE、アセナ、フォーニックス、実際に音を聞いた時に、抜けが良い、と感じる順は、アセナ、フォーニックス、HD598SE、という感じ。ゼンハイザーは割と開放型だけど暖色なので、抜けの良さ、という表現で言うと、アセナが最も優れてる。フォーニックスは背面が開放されてるんだけど、実際耳で聞いてる感覚では結構密閉型に近い質感だ。使っててカップの中の温度が上がる速さは、低い順に、HD598SE、アセナ、フォーニックスって並びだった。実際の開放度と音の開放感はそのままイコールじゃないっぽい。また、もちろんこの開放感は、空間の感じ方にも影響を与えてて、アセナは密閉型のものに比べて、とても自然に楽器との距離や位置関係を意識できる仕上がりだ。低音もブーストしている、と聞くと極端に強そうに感じるんだけど、開放を大きく取ってる分を調整したようなバランスなので、実際には程よいバランスに落ち着く。しっかり窓などが開いた室内で、変に反響せずに音が聞こえる。そんなイメージ、音が閉じ込められているわけではなく、程よく返ってきてる印象だな。金属音や、一音一音が引き立ってほしいミックスなんかで、すごくちょうど良い。密閉型で、引き立つ高音域を持つヘッドホンって、そこが目が覚めるほどギラッとなる表現になりやすいんだけど、アセナの場合、高音の主張が激しいんだけど、音自体よりも、抜けの良さで高音がよく引き立つイメージだ。ちなみに、密閉型イヤホンで開放度が高く、抜けの良さを感じる機種だと、抜けが良すぎて高音が若干刺さるようなバランスの機種もあるんだけど、大型ドライバーを使ってるアセナは安定して聞かせてくれるな。完全開放だと、サブベースの量感が足らず、密閉だと、空間がぐっと押し込まれるような感覚がする。その中間を、うまくついたバランスだと思う。シンセサイザーなんかの音も、他の音から際立ちすぎずに程よくキレがあるので、電子音楽から、実際の演奏まで、はっきりと鳴らせる。一台で何でもこなせる、抜けの良いヘッドホン、という印象だ。唯一、弱点、というか、これはイヤホンの個性と真逆だな、と感じるのは、サブベースではなく、ベース部分が重要な金管楽器とかは、少し力強さが損なわれちゃうかも。というのも、中低音域あたりの厚みという点では、ウォームな HD598SE や、フォーニックスの方が明らかに優れてた。ここはこのイヤホン最大の、すっきりとした鳴り方、というポイントと二律背反だから、仕様がないところもあるな。もちろん、言うほど苦手か、というと、そんなことはなくて、そつなく鳴らしてる部分の一部ではある。ただ、中低音あたりが塊になって飛んでくる、オーケストラとかの演奏だと、ちょっと量感を感じるのにボリュームが必要になるかも。ちゃんと量感はあるんだけど、複数の楽器が重なった時の重厚感、という点だと、やっぱ密閉型の方がパワフルなところはちょっとある。特に、アセナは抜けの良さにかなり重心があるので、大編成の演奏を聞くときに、編成に比べてさっぱりしてる印象はある。より厚みのある音が欲しい人は、密閉タイプとか、開放型でもゼンハイザーみたいな音作りのヘッドホンを選ぶのが得策だな。また、サブベースのみを強調しているので、電子音楽や近年の楽曲では、しっかりとそこが反応するんだけど、中低音域あたりに厚みが必要なロックなんかだと、やはりこちらも少しさっぱりした聞こえ方になるかも。いや、そもそもさっぱり聞かせてなんぼの機種なので、ここら辺を指摘すること自体がナンセンスなのかもしれないけど、逆に、サブベースがしっかり収録されてる音源だと、臨場感を保ちつつ、全体がくっきり聞こえる、半開放かつ臨場感もがっつりある機種に変貌する。個人的には、一番普段使いしやすいな。変に音に圧迫感がないけど、臨場感はしっかり確保されてるので、他のヘッドホンと比べて、音が近くでショックルしすぎず、それでいてしっかりと臨場感があって、長時間装着でも蒸れにくく、またスエード調のパッドのおかげで、長時間装着した時の印象もすごく良い。デザイン、さっぱりした音質、それでいてサブベースは取り逃していない。仕事でずっと PC の前にいて、ヘッドホン使ってる人とか、本当にすっぽり求めていたところにはまる一台だと思う。若干重い、首を鍛えろ。と、こんなところだな。中低音域が分厚すぎないので、さっぱり聞きたい時に、
基本的に大編成とか分厚い反響が欲しい大規模ライブとか、とにかく規模がでかいもの以外は何でもこなせるヘッドホンだ。うねりみたいものを感じたいときは、よりパワフルで弾色な音を出すヘッドホンを引っ張り出すのがおすすめだな。多分僕はそればっかり聞いてたら疲れて寝るけど、ながらヘッドホンとしても優秀なので、長時間音楽を聴く習慣がある人に、特におすすめのバランスだぞ。といったところで今回はここまで。